現在の新型ジムニーとジムニーシエラの納期状況が気になったので確認しに行きました。スズキのディーラーで納期を確認したところ1年半から2年弱と言われました。徐々に納期が伸びつつあります。世界的な半導体不足が主な原因だと思いますが、なかなか納期が縮まらないのは問題です。自分の契約から納車されるまでどういう感じだったのか、当時のことを振り返りたいと思います。ざっくりですが、契約時に11ヶ月と言われ、その後13ヶ月になり、さらに18ヶ月になるなど段階的に延ばされた記憶があります。以上がざっくりとした納期が遅れた内容になります。ここから細かく当時のことを思い出します。まず購入のきっかけですね。もともとジムニーを購入しようと思ったきっかけが、芸人ひろしさんが乗っている JA11 のホロシャを見て、ジムニーっていい車だなぁと感じ、軽自動車だけど買ってみようかなという安易な入りです。今までも四駆は乗ったことはありますが、本格的にオフロードを楽しむとかではなく、たまたま買った車が四駆だった程度です。たまに降る雪の時でも走れるなぁと思っていました。もちろんジムニーがどんな車なのかもよく分かってない感じでした。ジムニーは旧型でもそんなに安くはなく、値段を抑えるため中古を購入するメリットはないと知り合いに言われたので、新型ジムニー JB64 を購入することに決めました。発売当初から人気があることは分かっていましたので、ある程度待つことは知っていました。契約したのは2019年2月です。契約時に言われたのが納期11ヶ月待ちでした。自分は覚悟の上だったのですんなり受け入れました。契約後は11ヶ月間ゆっくり待とうとジムニーのかっこいい動画を漁っていました。中でも印象に残っているのが2014年の関東大雪の時に大型トラックを引く小さなジムニーの動画でした。かなりバズった動画です。それを見ながら僕もこんなジムニーに乗りたいと夢を膨らませていました。本当何も知らないって怖いです。ジムニーを2年乗っていますが、牽引したことは一度もありません。そんな場面に遭遇することなんてほぼないです。2019年5月、契約して3ヶ月後に車屋から連絡があり、11ヶ月から13ヶ月に延長と連絡を受けました。後々知ったのですが、この時スズキの工場で検査免許がない検査員が検査したかなんかで生産が遅れたような感じです。残り8ヶ月が残り10ヶ月に延長されました。この辺りぐらいからジムニーグッズが欲しくなりました。ジムニーのガチャガチャがあることを知り、ガチャガチャコーナーを見つけるとジムニーはないのかと探した記憶があります。最初にジムニーシエラのガチャガチャを見つけて1回だけ回し、シフォンアイボリーのジムニーシエラが当たりました。この時はシエラだったので1回でやめています。その後ジムニーのガチャガチャもあることを知り、イオンのガチャガチャのコーナーで青色のジムニーが出るまで回し続けたと思います。結果4回でめでたく当てることができたと思います。めっちゃ満足した記憶があります。思い出なので今もグローブボックスのところに置いてあります。さらにラクプラというプラモデルを購入しました。こちらも気に入ってた記憶があります。その頃から新型ジムニー関連の動画が増え始め、いろんな方のジムニー動画を見るようになりました。カスタムする動画も見るようになり、自分はこんなカスタムをしたいなど妄想するようになりました。2019年11月、契約して9ヶ月後に車屋から連絡があり、13ヶ月から18ヶ月に延長と連絡を受けました。残り4ヶ月が残り9ヶ月に延長されました。契約して9ヶ月が経過して2ヶ月しか縮まっていないという状況に YouTube 上に不満の動画をアップしたところ、たくさんの低評価を得ることになりました。この頃は何も知らなかったので、なぜ遅れているのかわからなかったです。2020年1月に京商がジムニーのラジコンを出すというニュースを知り、YouTube 上にアップされたラジコンの動画を見て感動し、購入することを決意しました。動画の作りがかっこよく、当時の思いはジムニーが手に入らないならラジコンで我慢する感じでした。しかしこのラジコンも恐ろしいほどの人気で、購入するための事前準備はしていたのですが、発売日サイトページには全くつながらず、一瞬にして売り切れになってしまいました。ラジコンも買えないのかとショックでした。
この頃から日本でもコロナが流行し始め、工場稼働が抑えられ販売台数が低迷し始めます。ジムニーが納車されないことの気分を晴らすため、安価でチープなラジコンを買ってしまいました。2020年5月、契約して15ヶ月目に車屋から連絡があり、ようやく工場のラインアウトになる連絡を受けます。めちゃめちゃ喜びながら、ここでずっと押さえてたジムニーカスタムパーツをネットで注文しまくります。2020年6月、契約して16ヶ月後になりますが、青色のジムニーが納車されました。今思うと、グレーのジムニーがバチクソかっこいいと思いますが、自然の中で目立つカラーの青色ジムニーもかっこいいと思っていて、後悔はないです。この人気薄のジムニーを今後も大事に乗っていきたいと思います。はい、今回は納車待ち中に何をしていたのかをまとめてみました。皆さんはどのように待ちましたか？または現在待っていますか？ぜひコメントで教えてください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。ではまた。